皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、過去の私の、黒歴史から学ぼうシリーズです。あ、出た黒歴史学ぼうシリーズ。黒歴史今まで私見せてきてて、もう大体見せてるんだけど、だいぶ黒歴史出てる。実はあんまみんなに見せてない空白の期間がある。いわゆるその高校生から大学生ぐらいのやつ。私が漫画家を目指すと決めてから漫画家になるまでの、エスカ言った高校生から大学2年生までのちょうどね、19歳ぐらいの時の期間がみんなに見せてなかった。なるほどね。漫画投稿をしてた時ってことってことで、今回はみんなに、失敗から学んでほしいから、私が出版社に過去投稿して、ダメだった作品を見せていきたいと思います。完全にこれは黒歴史ではない、で、正直は黒くはない。だって私的には絵はもうかなりかけてる。だけど、正直そのデビューできなかった、その作品では。投稿したけども、残念な結果でデビューできなかった作品。編集者の担当さんもつかなかった。で、それを今私もちょっと忘れちゃってるから見直して、今の私だったらさ、どこがダメか分かるはずない。プロになってるからね。そう。で、一応ね、残してんの私、それを、編集部からもらった回答みたいな。そこと照らし合わせて、なんて言われたかみんな。みんなも一緒に考えながら。で、これで私の何が良くないか分かってれば、多分みんなその考え方できる人はプロに近いってことだから、限りなく。なるほどね。ということで、漫画家を目指す皆さん、ちょっと一緒に見てみてください。それでは早速やっていきましょう。じゃあ、ちょっと今日は、16ページの漫画2作見せたいと思います。両方とも、白戦車のララっていう雑誌に送ってるんですけど、デビューまでいけなかった作品に。当時の原稿事情の説明なんだけど、これトレーシングペーパーっていうのが貼ってあって、こっちに絵の上にかかる文字は、トレーシングペーパーっていうのを貼って見せるっていうのがね、私たちのアナログ原稿時代のこれルールだったの。だから絵の上にさ、文字がかかることってあるじゃん。で、だからこういう風にちょっとトレーシングペーパーが載ってるのよね。元のこれ生原稿なんだけど。だから、ちょっとこれコピーしたものが私あるので、そっちでちょっと今回あえて見せていきます。じゃあちょっとこれでいきます。上手な恋の振られ方。読んで、もう音読しかねえから読んでくよ。いきます。30分前に院長から届いた一通のメール。放課後屋上に来てください。伝えたいことがあります。これはもう間違いないっしょ。新本千鶴。新本千鶴。私自分の名前使ってる。なるほどね。16歳。院長から告白されに行ってきます。グッドラック、行ってらっしゃいっていう。あれは完璧に勝ちに行ってんな。すっげえ自信。ね、これなんか、お前の女子たちがいるね。あれ、ちーくん何浮かれてんの秘密みたいな。まあ、千鶴はああやって女の子に告白させて100戦連磨だしね、みたいな。なるほどね。てん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 みたいな。振られたら面白いのに、あはははは、みたいな。で、ここね。新本くん、私、彼氏ができたの。最近新本くんがすごく私によくしてくれてるでしょ。だから私一番にこのことを新本くんに伝えたくって。へえ。嘘だろ、こんなんありえねえし。それじゃあこれからも仲良くしてね。いや待てよ。ちょっとおい。こんなの嘘だろー、で、ギャーみたいになって、あははは、マジでかゲラゲラ。まさか本当に千鶴が振られるとはな。マジウケる、はは。まあさ、千鶴も一回ここら辺で挫折しとくべきだったんだよ。いい経験。嫌な友達。お前らなんか友達じゃねえ。ああ、はいはい。しかも別に振られたわけじゃねえし。なるほどね。まだ振られてないからね。いやでも実際院長は彼もできたわけだしさ、望みないよ。ねえ、もしかして千鶴これが人生初失恋？ドキ。いや、認めねえよ。この俺が失恋なんてするわけねえじゃん。まあね、確かに彼はね。っていうか、今思えば俺そんなに院長のこと好きじゃなかった気がする。そうだ、きっとそうだ。なるほどね。何が好きじゃなかったの？院長！院長が来たんだね、ここにね。今名簿を作っててね、ある漫画でこのちょっとツイってくるパターン。これね、ドキッチするやつね。髪綺麗だな、まつげも長いし、体の線も俺好み。ちょっと気持ち悪いよね。それに、聞いてる？ここに名前書けばいいんだよな。そう。新本くん字綺麗だね。は、意外。そんなことないよ。新本くんは心の綺麗な人だから字に出るんだよ。いいやつだよな。こういうところが。ありがとう。たまらなくす。何がそんなに好きじゃなかっただよ。ベタ惚れじゃねえか。千鶴、君が一歩大人になるために、俺たちあえて心を売りにして言う。院長に思いを伝えろ。そして当たって砕けてこい。砕けるの前提みたいな。ふざけんな。誰がそんなんで告白なんてすっかよ。ぴょこ。
でもマジな話さ、いたのか。千鶴はこれでいいの？本当にこのままこの気持ちを終わりにしちゃっていいの？てんてんてん。カチカチカチ、ピッ。てかさ、ガラゲーじゃね？やばいやばい、恥ずかしい、ガラゲーだよ、これ。よっしゃ、こうなったらやってやるよ。放課後に委員長呼び出しました。パチパチパチ、てん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 。俺、体調が優れないんで、今日は早退し、ダメ。なるほどね、ちょっとネタが入ったりね。で、放課後になります。帰りたい。新本くん、ドキ話って何かな？何か悩み事でもあるの？ある人に告白をしようかな、なんて。嘘、頑張って、私応援するよ。最悪に辛いパターンや。いや、でも、その子は多分、絶対俺以外の人が好きで、勢いで告ってみようかと思ったけど、やっぱり告るのはやめとこうかな、とか今更思ったり、ははは。ダメだよ！実はね、今の彼には私から告白したんだ。委員長から。付き合ってる人がいるって聞かされてたから、本当は何も言わずに諦めようと思ってたんだけど、でもね、私思ったんだ。多くの人の中からせっかくその人を好きになれたんだよ。こんなの使えなかったらもったいないんじゃない。ね。そうだな。そしたら実はね、彼、私と新本くんが付き合ってるって勘違いしてて。見え張って私に彼女いるって嘘ついてたんだよ。もう本当ありえないよね。というわけで無事告白成功。うわ、何それすげえ奇跡。だよね。俺にも起きるかな、そんな奇跡。きっと起きるよ。だから頑張って。委員長、実は俺、その、委員長のことが好きなんだ、です。はい。いいシーン。嘘、どうしよう。ありがとう。新本くんがそんな風に思ってくれてたなんて、本当にすごく嬉しい。でもやっぱり私には彼がいるから、奇跡起きるって言ったのにな、この人。確かに。ごめんね。ですよね。っていう風になって、なんだよ。初失恋、おめでとう。落ちてる。どう？初失恋の味は。まあ元気出して。お前らな、もう俺は二度と恋なんてしねえよ。こんなにつないなら、マジ教科書に書いとけっての。みんな失恋直後はそう思うよね、ひょこ。でもね。マッキーのセリフしてるやん。確かに。もう恋なんてしないな。そうでも俺は言わないよ、絶対。そう言ってまた僕らは誰かを好きになっちゃうもんなんだよね。俺、絶対もう立ち直りね。よし、今日はカラオケを売るだ。こうやって少しずつ僕ら大人になっていけばいい。仕方ねえな。みんな俺のために歌いわーい。今日は付き合ってあげるか。やっべえ、隣の部屋に超可愛い女子のグループがいた。マジで復活。これ SSB の最終回なんだよな。っていうかさ、もう私の作品なんだよな。そうだな。また変な汗出てきた。もう辛くて変な汗が出てくる、本当に。いやでも全然漫画になってるよ。じゃあまずこれの良くなかったところ。エース君どう思います？俺は全然これ、俺に聞くのこれ全然俺は読めたよ、これ。私が今自分が思うなら、この新本くんね、千鶴くんが、一丁を好きになるまでの工程がちょっと弱いっていうか、なかった、あまりにも描写が。字が綺麗だよねって言ってくれたことで、少しそこでキュンって、16ページしかないから入れれなかったんだとは思うんだけど、なんかなんていうかな、この一丁の女の子の魅力をかけてないんじゃないかなってちょっと思う。この脇役の男子たちの魅力は結構キャラも立ってていい。で、一丁はあえてこのさらっとしたキャラにしてるんだとは思うんだけど、唯一委員長にドキッとしたシーンが、そんなことないよ、新本くんは心の綺麗な人だから字に出るんだよ。もう確かにドキッとするってことではあるけど、なんかもうちょっと彼女らしい彼のなんかフォローみたいのがあったら、委員長のキャラも立つし、よりなんか好きになっちゃうよね、こんなことっていうのわかるんじゃないかなと思う。そこまでして告白する理由みたいなのがちょっと弱いかなと思う。確かに言われたら。この話ってもう振られるのが分かってても告白に行く話だったから、だったらやっぱ振られるのが分かっててでも、もう思いを伝える大切さっていうのをもうちょっとピックアップしてもよかったかなっていう。なるほどね。なんか今は青春してるって俺みたいので終わっちゃってるかなって思う。確かに。ちょっと感情移入がだからできにくいっていうね。なんでこの子が好きなのかっていう移入ができにくいっていう。で、私なりに今ここに作品にアドバイスするなら。っていう感じ。じゃあ、編集部からの回答を見てみようか。その紙そのものはね、他の人の作なんか見せれないけど、ちょっと読みます、私が。その当時、編集部からもらった回答。そんなの持ってんだ。実はこれ私雑誌の切り抜きを取ってます。公表されてる。すげえよ。一応これでも、
ロマンス特別賞とかいうのだけはもらってる。ロマンス特別賞すごいね。まあ19歳の私の作品の評価。うん男子キャラを生き生きと描いていて楽しい。お今の私と一緒。合ってるやん。13ページのアップなどパワーを感じる画面作りも良い。13ページ。このページね。これ。確かにパワーいいね。私もこれはこのキャラがこの表情をするっていうのがめっちゃ好きだった。描きたかった。確かになんか結構さ、イケイケキャラがね、このなんかこういう恥ずかしい感じのね。ただその後ね、失恋に終わる結末。ラブストーリーとしては物足りないので読み手を楽します工夫をだって。それがだからいわゆる自分が言ってたってことだね。だからラブストーリーとしてちょっと物足りなかったからダメだったんだね。まあじゃああんまり私の評価間違ってない。間違ってないんじゃない。いわゆるラブが、なんでこの子がこいつがこの子のこと好きだったっていうのが足りない。振られてもいいからもうちょっとときめきシーンが欲しかったりとかあったよね。やっぱ読み手は女子のイメージだしさ。という感じでまず1作目でした。宇宙間恋愛です。宇宙間恋愛？じゃあ斬新な設定ですね。じゃあいきます。16ページの作品です。16ページ。はい。僕の隣には宇宙人がいます。これね。いい？これね。ちょっと絵がさっき上手くなってる気がする。なんでこんなことになったかというと、それは数日前。おい内田、何読んでんの？宇宙人についての本。は？宇宙人？そんなんより今は転入生だろ。すげえ美人らしいぜ。興味ない。自分以外のものに興味を置くこと。特に恋なんて馬鹿げてると思ってた。それならまだ宇宙人とか架空のものに興味を置いてた方がいいね。では転校生を紹介します。はじめまして。園田小春です。父の仕事の都合で1ヶ月の間ですが仲良くしてください。この時までは。ドクン。じゃあ、あそこ座って。はい。なんだこの胸の高鳴りは。ドキドキドキ。もしやこれは、ドクンドクン。俗に言う、宇宙人による洗脳。よろしくです。変なやつだからそっとしといてやって。それからというもの、僕は彼女のことが気になって、ドキドキ。園田さん何食べてんの？イナゴです。イナゴ食べてんの？私もびっくりした。にゃーにゃー。気になってドキドキここで見てんね。ドキドキ。わー、今日は星様が綺麗です。気になって仕方ない。ブツブツ。僕はもうダメだ。一体どうしてしまったんだ。おい、お前はストーカーか。確かにずっと付き添ってるからね。まあやめとけ。どうせ彼女1ヶ月でいなくなんだぜ。仲良くなっても虚しいだけ。1ヶ月もこれが続くのか。やはりこの洗脳は本人に解いてもらうしかない。君が宇宙人だってことは分かってる。僕の洗脳を解いてくれ。ちょっとやばいやつ。洗脳？話が見えない。虫を食べる。猫とじゃれ合う。宇宙と交信する。君の行動はこの本の説明と一緒だ。隠さなくていい宇宙人なんだろう。すごい誤解を。それに君を見てから君のことを目で追っちゃうし、胸は高鳴るし、四六時中君のこと考えちゃうんだ。それって、こんなの洗脳以外考えられない。そうですか？ちょっとなんか可愛い系女子ね。とか言っちゃうね。頼む、僕を解放してくれ。ダメです。まだ1ヶ月あります。もっと私のことを知ってください。仲良くしてください。洗脳を解くのはそれからです。それに私ももっと内田くんのこと知りたいです。ドキだよね。ドキドキ、クソ、まただ。なんかこれか彼のが書いてんね。彼女が笑うと胸が苦しい。内田くん、こんなの見つけました。結局僕の洗脳は解かれることなく、こいつとの1ヶ月は過ぎてく。それインチキ臭くない？そんなことないです。宇宙人はミステリーサークルで愛を伝える。ドキドキだけが毎日多くなって、ハート型のミステリーサークルなんてありえない。かわいいです。苦しくって仕方ないはずなのに。こんな風に私と接してくれる人今までいなかった。いえ、なんでもないです。不思議ですね。なんだか最近私も内田くんといるとドキドキします。どうしてなんだろう。とても心地いいんだ。宇宙語って理解に苦しむ。パタン。読み終わっちゃった。ついに明日で最後だね。はい。やっと君の洗脳から解放されるのか。来る。どうした？なさい。ごめんなさい。私、内田くんにひどいことをしました。ごめんなさい。いつも笑ってた彼女が最後の最後に僕の前で泣いた。私、内田くんの気持ちを利用しました。そうか、僕利用されてたのか。内田くんが私に興味を持ってくれて嬉しかったんです。
今まで1ヶ月しかいない私に心から仲良くしてくれる人はいませんでした。だからずっと一緒にいてくれる友達が欲しくて、あの時内田くんの気持ちを分かっててああ言いました。僕の気持ちってなんだよ。別に僕は洗脳されてただけだし。でも、洗脳は今日でおしまいです。内田くんを解放します。私のこと嫌いになってもいいですよ。クソ、嫌いってなんだよ。違う、本当は分かってたんだ。ララララララ。本当は宇宙人がいないことも洗脳なんてないってことも分かってて、僕は彼女に押し付けたんだ。ざわざわざわ。あ、来た来た、園田さん来てみろよ。でもそうでもしないと説明つかなかった。だって知らなかったんだ。自分の中にこんな感情があったなんて。これ好きだ、ミステリーサークルね。これが僕のミステリーサークルだみたいな、宇宙人の愛への伝え方みたいな。で笑う。次の日、予定通り小春は1ヶ月で転校していった。僕の隣に宇宙人はもういない。で、次は何の本読んでんだよ。幽霊について。はあ、やっぱお前意味わかんねえ。っていうかいい加減あの告白の結果教えろよ。秘密、ただ、なんだよ、もう。小さなミステリーサークルを残してあって。いい話やん。いい話やん。これが一体何がやっぱダメだったか。で、何が良かったか。S 君的にわかりますか？わかんねえよ。こんなんもう普通にいいじゃん。よかったよ。だって16ページでちょっと完結してるやん。やっぱちょっと、この小春ちゃんのキャラが天然ふわふわ系女子じゃん。私はいいと思う。そういうの好きだから。ただこの雑誌として、こういう女子の気持ちに感情移入できるかっていうと、案外これがちょっと小春ちゃんのキャラやりすぎちゃったんじゃないかなって。これもうちょっと共感しやすいキャラにしてた方が良かったのかな。内田くんにもう少しそれで男子らしい魅力を出した方が良かったのかなっていう。ただちなみにですね、この作品はですね、まあ、デビューの一番いいところの賞とか取れなかったんですけども、担当さんがついたりするような賞は、一応今月のベストシーン賞っていうのを取ってまして。あ、じゃあどっかのシーンがベストシーン。ここです、ここ。ミステリーサークル。ここはやっぱ告白は演出が命と。だからやっぱここのシーン良かったと褒められてはいますね。ミステリーサークルのシーンがいいよかった。先にちょっと評価の方ですね。画力があり、全体的に画面作りが丁寧なのが好印象だった作品。おー、すごいじゃん。キャラの表情が生き生きと描かれていて、絵柄自体にも魅力がありました。ピックアップでも取り上げていますが、後半の告白シーンも思い切りがあってグッと。まあ、さっき言ったここね、ミステリーサークルね。ベストシーン賞みたいな。オチの彼女の返事も可愛く描けていてよかったです。ああ、最後のあえてここに最後の私もっていうこのね、とこね。ただ、ここがですね、序盤に変わり者である主人公の説明が足りなかったのが残念。このキャラの説明がやっぱちょっと足りてないんだね。主人公の、なんで変わり者なんだこいつはみたいなね。人となりをつかみづらい分、彼の気持ちを共有しづらく感じましただって。まあ言われたら。わかるよ。彼が変わってるっていうのがちょっと伝わりづらかったよね。確かにね。もっと変なキャラにする。てか、なんだったらこの女の子のが変だったもんね。そうだな。なんかこう、おしゃれな本にせず、もっとキモい本にしたらよかった。これもっとさ、もっと表紙がキモいさ、宇宙からの発信みたいな。多分そこあるよ、絶対これ。今ね、この宇宙人による洗脳火あったじゃん。ここが唐突すぎたから、これがさ、このまでの流れが。こっから彼がこうなりそうっていうキャラをもうちょっと序盤で説明できたらより良かったのかなっていう。いや、より変わり者だなっていう。確かに言われたら、いや、まあそうだなと思っちゃう。さすが編集部だね。すげえよ、みんな編集部すげえよということで、やっぱりみんなこれね、やっぱ編集部に見てもらうっていうことに大きな価値がある。編集さんすごいやっぱこれは、やっぱ漫画を読むプロだから、編集部の人たちって。いや、やっぱ編集部にね、書いた漫画を読んでもらうっていうのはいいんじゃない？多分インターネットとかにも、いっぱいアップしてコメントとか来るじゃん。で、プロの読者がいっぱいいるからいいけど、やっぱそれって読むの素人の人とか読み線の人いるじゃん、多分。でもさ、編集部は読んでいかに漫画を売らせるかまで考えてる人たち。だからやっぱ、そういうプロの意見がくれるから、やっぱ編集部の意見って私いいと思うよ。すごいよっていう感じです、皆さん。すごい今回はそんな感じでした。的確なアドバイスだった。ちなみにこの後ですね、私は、この君といただきますっていう作品を書いてようやくデビューします。これでついて宇宙カレアの後に。すごいで、その作品はね、この君といただきます多分もう紙の単行本出して。これもうないんだ。どっかで売ってたら奇跡マジでももしかしたらデジタル配信してんのかな、もしかしたら電子書籍とかで読めるかもに載ってる。読めますので。まあ読んだことある俺も。
で、まあ今回は過去から学ぼうだったから、みんな私の作品を読んで、まあ悪いなと思ったところがあったりしたら、まあそういうところがね、自分にも起きてないかなみたいな感じで、自分の作品にも活かしてください。すげえよ。まあ何よりもやっぱりこんだけ書いてもなかなかすぐ簡単にはプロになれなかったっていうのもみんなに伝わったんじゃないかな。今回だから見せたのは結局2作だけども、まあそれ以降にも私物ですげえ大量にいっぱい書いてて、まあそれこそね、あともう小学校の時からノートで漫画とかも書いてるのもみんな知ってるわけじゃない、視聴者さんはね。まあだから、まあそんなね、明日どうこうプロになれるという話ではないから、まあ今から一歩一歩頑張っていけば、でも絶対将来私プロになれると思うんだよ。今からみんな頑張ってれば。やっぱめげずに投稿してたっていうのもでかいよ。そうだよ。だから一回ダメだよ。全然気にせず投稿してないよ。ずーっとやっぱこう出しに行ってたわけでしょ。なんだったら前のダメだったキャラ作品出してんだから。まあそういう感じで楽しくね、やっぱ書いてたんですよ。だから楽しくみんなも書いてください。はい、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしんもとしんと。バイバーイ。